皆さんおはようございます。あかねです。今ですね、朝の7時ぐらいなんですけど、ちょっと急に撮影しようかなと思って撮影してます。朝なのでちょっとごめんなさい、声が低いし、あとこれから母と話すので、いつもよりも早く話すと思います。今日はですね、子供の頃の私がどんな感じだったかちょっと母に聞いてみようと思います。で、さっきちょっと話してたんですけど、動物園に行った時の様子を話してください。もうね、すごく楽しみにして出かけるんだけども、もう動物園に入る前になんか結構鳩がたくさんこういたんですよ。そうしたらもうその鳩に興味を持ってしまって、もうなかなか入らないっていうか。動物園の入り口のところってこと？そう、こう入場券出して入るでしょ、はい普通はいはいはい。は。その手前のこう広場みたいなところに、うん。餌やってる人もいたりしたんだけども、結構鳩がいっぱいいたのね。そしたらもうその鳩に興味を示して動物園になかなか入らなかったのね。まあそれちょっと、どうしようかなと思ったんだけども、いっぱいこうね、動物面白いのいるよって言いながらだましだまし入ったけど、やっぱり外に出たがって、あまりこの動物園の動物には興味を示しませんでした。動物園に行ったのに、動物園の前にいた鳩に興味があったってこと？そうなの。恥ずかしいな。いやいや、それ、待って、何歳くらいの時？それはね、もちろん幼稚園前だから。じゃあ、まだ3歳とか3歳か4歳くらいの時。じゃあね、さっき動物園の話だったんだけど、水族館にもね連れてってもらって、池袋に有名なサンシャインっていう、建物があって、その中にも水族館が入ってるんだけど、魚には興味を示した？その前に入る前にいる鯉に興味を示して鯉？鯉ね。で池みたいなところに鯉がいたの。そしたらそこからまたこう動こうとしない。だから鯉は多分初めて見たんだと思うんだけども。その時ね、初めて見たんだ。そうで、中にこう早く入ろうってたくさんいるよみたいな感じで入ったんだけども、やっぱり興味を示さない。何なんだろうね。じゃあ鯉をずっと見てたの？そう。ただ見てるだけ？時間取ったね、そこで随分。じゃあ入った後はどうだった？入ってもやっぱり他の魚には興味は示さない。なんだろうね、特定のものがすごくこう好きっていう感じだったのかな。でもさ、なんかこれ自分でも記憶があるんだけど、なんか私はあんまりそのキャラクターとか、なんかにこうすごく好きみたいな興味ってあんまなかったよね。なんか子供ってさ、日本だと結構なんかアンパンマンとか、ドラえもんとかすごく好きになるじゃない。で、多分私の時だとセーラームーン、セーラームーンは確かに見てたけど、だからといってなんかすごくこうセーラームーンのものを欲しがったりとか、あんまりそういうのはなかったよね。なかったです。全くないです。そういうことはね。珍しいよね、多分。子供ってなんか何かこう好きになって、たくさんこう欲しいとか見たいとかっていう多分欲求が生まれると思うんだけど、こう固まっちゃう感じね、その一つのことにね。でもそういうのはなかったです。だから鳩とかそういう鯉とかに興味を示したことがとても不思議で、だからちょっとそれはね、ちょっと今でもわからないです。あとじゃあディズニーランドに行った時とかはどうだった？さすがにさ、ディズニーランドだとね、ミッキーとかプーさんとかいるし、そういうのにも興味示さなかったかな？ミッキーさんとか、プーさんとか、そういうものはねいたんだけども、ちょっと見てるっていう感じはあったけども、そんなに興味を示さず、それも中に入っても乗り物も一切何も乗らず、ただあの辺ちょっと歩き回って、早々に出てきました。何入って何も乗らないですぐ帰ってきちゃったってこと？一つだけね、お母さんが乗りたくて、It's a Small World っていうか、船みたいなのってそうゆっくりね、あれだったらもう小さい子でも大丈夫だと思ったから、一応あれには乗りました。でも本人は別にそれが楽しいわけでも何でもなく、ただね、そういうところ行ってもぐずったり
その親を困らせたりすることはないの。前、うん遊園地にも行ったんだけども、30分待ちでもずっと待ってるのね。だから一つ乗るのに30分、あとそれでおしまいなんだけども、だから、まあお母さんはそのどっか連れて歩いたから困ったとかなんかはないんだけども、あまりにもその興味を示さないことにむしろあれって感じ。そうだよね、ちょっと不安になるよね。だってディズニーランドに行ったらやっぱり何かに乗りたいとか、なんか欲しいとか、多分子供じゃなくても多分ね、好きな人だったらね、結構やっぱ乗りたいって思ったりするんだけど、まあ私そもそもジェットコースターがもともとダメだから多分、まああんまりそういう乗り物にも興味がなかったのかな。今度はまあ人見知りだね。結構子供って分かれると思うんだけど、私はどうでしたか？全くしません。全く。だからむしろデパートとか行っても同じぐらいの子を見つけると走ってって、私なんとかっていう感じで、遊ぼうって誘って、知らない子でも何でももうすぐお友達になる。ちょっとナンパみたいな感じ。いやいや、だから連れて歩いても、だからこうどちらかというとそういうことで目が離せない、もう同じぐらいの子を見つけるともう走っていくので。わかるんだ。この子は多分自分と同じくらいだから、じゃあなんか友達になろうみたいな。そうね。だから自分で同じぐらいの子だからもう目にするともう走ってって、手つないで。知らない子だよね。そうです。知らない子です。そう。でもちょっと記憶ある。スーパーとかに行ってさ、よくお菓子コーナーがあるじゃん。お菓子コーナーで待ってると、多分同じくらいの子供が来て、なんかね、その時にすぐ話しかけたりとかするのは記憶にあるかも。そうしてました。なかなか今じゃできないよね、そのスーパーに行って知らない人にね。世の中がちょっとね、そういう違うからだけども、本当にこう人懐っこく、みんなに好かれる子でした。だから大人には特に好かれました。そうなんだ。そうです。あとはなんか、多分動き回りたい子だったっていうのはなんかあんまこうじっとしてられないっていうか、こうずっとそのままの体勢でいるとか多分あんまり好きじゃない感じだよね。とても活発でした。そうね。はい。それは自分でも記憶があります。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ちょっと今日突然思い立ってなんか。母と話してる時は私多分結構早く話すと思うので、いつもと違う動画の感じを皆さんにお見せしたいなと思って今日突然撮ってみました。皆さんは子供の頃の記憶がありますか？どんな子だったか自分で思い出せますか？もし書ける人はコメントで書いてみてください。今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。